はい、なおちゃん、金がでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょっと。クエということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。天然のクエ。っていうことでね、今日は高級魚です。素潜りでついてきてもらったやつを買ってきました。ここについた跡がありますね。上手に頭を刺してくれてあります。で、これサイズが 3.5 キロ。ほんとちょうどいい手頃なサイズです。というわけで今日はこちらのクエを使って、クエのしゃぶしゃぶを作っていきたいと思います。そしたらね、クエなんてあまり皆さんじっくり見る機会ないと思いますので、一緒に観察していきましょう。まずこちら、クエのお顔。たらこ唇ですね。唇がぷよぷよしてます。で、クエは歯がかなり鋭いです。噛まれたらひとたまりもありません。で、ヒレがすごく可愛いですね。丸っこくて。で、背びれは鋭いです。先端はちょっと黄色みがかってますね。で、尻尾も丸みを帯びてます。そうしましたら、まず、こちらのクエのヒレを切っていきます。さばくとき邪魔ですのでね、これは切っちゃいます。背びれも落としちゃいましょう。はい、ヒレが取れました。そしたらこちらをすき引きしていきます。鱗かきで鱗をガーッと取るやり方もあるんですけど、クエの鱗はこう細かいし、で、すき引きすると真っ白になるんですよ。で、真っ白にすると料理にした時にすごく映えますので、今日はすき引きで綺麗に取っていきます。よく研いだ柳包丁。すき引きは必ず尻尾の方から包丁を当てて、ギコ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 と引いていきます。で、この時に包丁の全体を使う感じですね。先端とかでギコギコギコじゃなくて、大きく動かしてください。はい、こんな感じですね。クエはほんとすき引きがしやすい魚ですからね。ぜひすき引きチャレンジしてみてください。背中側が引けました。この茶色の肌の下にはこんな真っ白なボディが隠れてるんですよ。そしたら次はお腹側も同じように引いていきます。そしたら鱗をこう切ります。中はもう容量は一緒ですね。まずは真ん中に1本。で、僕はね、真ん中行ったら背中側から攻めます。お腹側から行ってもいいですよ。ここは好みですね。はい、こんな感じに表裏できました。でね、プロの人は、こう頭もね、器用にすき引きするんですよ。こうやって。真っ白血見するんですね。でも僕はそこまでね、綺麗にできませんので、まあ、大まかで勘弁してください。ここら辺までで。本当にプロの板前さんはすごいですからね。やっぱ日本の職人さんはすげえなって思いますよ。僕もいつかそのレベルまで達したいな。はい、ではこの状態になりましたら、頭を落としていきます。カマの上から落としますね。この顎に1本切れ込みを入れまして、ちょっとかわいそうだと思うんですけど、目に親指を入れて、この顎の下、こうガッと掴みます。で、魚体を立てます。なんで目の中に親指を入れちゃうかと言いますと、目っていうのはね、こう、へっこむので、すごく安定するんですよ。誤ってこういうとこ持ってて、つるって滑った時に、牙の鋭い魚は特になんですけど、ピュッとこう、牙に刺さっちゃうと、手が一瞬で切れちゃいますんで、安全のためにも必ず魚の目、ここに親指を入れて固定してください。で、魚体を立てたら、エラから入れて、頭を落とします。かなりクエの頭、硬いです。で、この頭はエラを取ってグリルで焼くと、もうほっぺたも頭肉も食べれますので、これは取っておきます。はい、そしたら次内臓を取っていきます。胸びれを落として、お腹を割ります。うわ、めちゃくちゃいいクエだよ、これ。素晴らしいわ、これ。これ天然ですからね。養殖じゃないですからね。お腹の中は空っぽです。胃袋空っぽ。内臓脂肪。これ全部油。いいクエだな、これ。これ肝ですね。新鮮なのでこれも食べれます。で、ここに見える、これが胃袋ですね。胃袋も、こういう風に割って、あ、空っぽでしたね。中身をきれいに洗って、ボイルして刻んでネギポン酢で食べると、いいお酒のあてになります。そしたら、ここですね。骨の周りについてる血。これをブラシでかいていきます。
こういうブラシがない場合は、歯ブラシでもいいですね。できるだけ大きな歯ブラシ使ってください。ガシ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 やっていきます。そしたら、ちょっとまだ身がね、硬いような気がしますので、2日ぐらい寝かします。水気をしっかり取って、毎日ペーパーを変えながら、空気からしっかり遮断して寝かしていきたいと思います。いわゆる熟成ってやつですね。ほんと魚っていうのはね、いろんな熟成方法があるんですよ。塩を振ったりだとか、ピチッとシート巻いたりだとか、調べればね、かなり出てきますからね。奥が深いですよ、熟成っていうのは。お腹にペーパー詰めまして、で、ペーパーでぐるぐる巻きにして、ラップを敷いていきます。これ視聴者の方にいただいた業務用ラップ。これ便利だわ。幅が広いから、こういう熟成の時にね、めちゃめちゃ役に立ちます。ラップでできるだけピチッとしていきます。こんな感じ。そしたらこちら2日間寝かしていきたいと思います。それでは2日後に移動。というわけで3日経過しました。さあ3日熟成した身はどうなってるでしょうか。身もいい感じに柔らかくなりましたね。しっとりとしてます。食べ頃ですね。そしたらこれおろしていきましょう。クエは骨が硬いので出刃でいきます。尻尾の方に1本入れて、おー、いい身しとんなこれ。ここ全部油ですね。よいしょ。クエはね、ここの身が割れやすいので気をつけておろしてください。気をつけても割れちゃうことが多いんですけどね。よいしょ。はい、おろせました。美しいな。で、下側もおろしていきます。背骨までいって反転させて、皮1切って、で徐々に包丁を入れていきます。ここまで来たらバラ骨の付け根を断ち切ります。はい、こんな感じですね。骨もいい出汁が出ますんで、ぶった切ってこれも取っておきます。味噌汁なんかしたら最高ですからね、これ。そしたら片身は親戚にあげます。これクエさばいた包丁なんですけど、もう油がすごいギットギトです。牛脂みたいな油がピターッと包丁にこびりついてますね。これは期待できる。そしたらここカマを外して腹骨をすきます。そしたら血合い骨を取っていきます。で、今日のしゃぶしゃぶは皮付きのままいけます。鱗はすき引きしてありますので気になりません。そしたらここにしゃぶしゃぶ用に盛り付けていきます。厚さはだいたいそうですね、8ミリぐらい、このぐらいに切っていきます。はい、ではこのように盛り付けれました。でここが空いてますんで、ここはお野菜盛り付けていきます。人参はスライサーでこのぐらいにスライスします。そしたらここに人参、大根も同じようにスライサーにかけます。で盛り付けます。次は白菜ですね。芯と葉っぱを分けて切ります。で白菜をここに乗せます。山盛り。今日は葉っぱの部分だけ使いますね。茎のところはまた別の料理で使いたいと思います。でここに春菊、しめじ、でここに豆腐、でこちら胃袋を湯がいてあります。これを刻んでいきます。そしたらここに間がありますんで胃袋を入れます。でこれクエの肝ですね。肝も胃袋の隣に置きます。でお次は柚子ですね。柚子を輪切りにします。で中身をくり抜きます。でこういう形にします。
これをさらに半分に切ります。で、その柚子をこういう風に盛り付けます。はい、これでクエのしゃぶしゃぶの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。はい、じゃあ完成ですね。うまそう、これサムネ。そしたら、ここに昆布だしが引いてありますんで、一輪鍋に移します。いつもより濃いめに作っておきました。そしたら固形燃料に点火。そしたら、一煮立ちさせます。はい、ではある程度出汁が温まりましたんで、しゃぶしゃぶをしていきたいと思います。ここら辺いただきますか。昆布だしに入れる。しゃぶしゃぶしゃぶと。身の表面が白くなったら OK ですね。それをポン酢にくぐらせていただきます。うわまっ。これはやばすぎるわ。で、クエはね、魚臭さが全くなくて、舌びらにまとわりつくこの油で皮のコリコリ感も相まってもう素晴らしく美味しい。なんか旨味の強いスイーツを食べてるみたいな、そういう錯覚に陥ります。ちょっと2枚入れて、これもいきますか。これ肝。クエ肝を入れて、胃袋もちょっと食べてみますか。胃袋。ポン酢につけて。これは湯がいてありますから。いただきます。うまい。これは酒のあてだな。そんなこんなで、クエがいい感じになりました。ポン酢につけて、次はご飯と一緒にいただきたいと思います。いただきます。うめえ。ご飯との相性も抜群だわ。お野菜もちゃんと食べましょう。次はこちら。白菜。木はあんまり通しすぎずシャキシャキ感を残していただきます。うめえ。大根。うまい。そしたら肝がいい感じになりました。肝食べましょう。いただきます。ちょっと臭い。血抜きが甘かったかな。それに3日経ってたんで、ちょっと肝はダメだ。で、この柚子を鍋の中に入れて、柚子風味にします。そしたらまた味が変わって楽しめます。うめえ。はい、ということで今日はこちらの油のりのり天然クエのしゃぶしゃぶときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。今日はドライフリーでいきたいと思います。運転があるときはフリーです。はい。はい、ではこちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。このぐらいペロリといけちゃう気がする。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はクエをしゃぶしゃぶにして食べてみましたけども、クエの3キロっていうのはそこまで大きなサイズではないんですよ。でもあそこまで脂があるとは思いませんでした。で、お値段が2万円でした。で、今日作ったあの皿ですね。これが背中1本分も使ってないぐらいなので、今日のクエ1匹でこのしゃぶしゃぶ盛りが3皿以上はできますね。自分の家でさばくとお得だね。クエはちょっとお高い魚ですけども、なんかお祝い事とかみんなで集まるときはぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。